山の斜面とかでもガンガン登っていきますね。車なしではもう生きていけないぐらい青森県とか岩手とか行っちゃいますね。JB64W ですね。年式は一番初期の型です。この型になって一番最初に出た時に買ったやつなんで、雪国で生活してる時にやっぱりすぐ滑るとかね、スタックしちゃったりすることがあって、ジムニーをそれを一気に乗り越えちゃうっていうところですかね。あとは長崎で一回走ってる時に倒木があって、そこ結局みんな引き返すんですけど、その倒木自体を乗り越えてしまうっていうところが気に入っちゃって、インチアップとかもしてます。サイズを覚えてなんで純正ではないですね。普通の車よりワイドにしてますね。その分グリップ力が上がるから、もうスキー場の山の斜面とかでもガンガン登っていきますね。軽トレーラーとかキャンピングトレーラー引っ張っても引っ張り上げるのは多分ジムニーじゃないと絶対できるって思いますね。普通の軽バンの人でトレーラー引っ張ってる人も見たことありますけど、あそこは平地しか走らないので、これはもう砂浜横付けとかもできるんですよ。思い出たくさんありますね。日本一周を何回かしてることが一番の思い出っていうか、もう相棒っていうか、もう恋人のような、車なしではもう生きていけないぐらい一緒ですね。唐津の長浜っていうかところのビーチ沿いを一気に走ってる映像をドローンと一緒に追従させて撮ったあって、その時も近くに馬術場っていうか馬がいて、馬も走ってる、その馬と海とドローンとジムニーが走るっていう絶景というか、あれはもう自分で自分を撮って感動するっていうわけのわからんことは結構思い出に残ってますね。一番最初のこだわりはタイヤでしたけど、これですね。これがこのまま上に上がって一つのボックスになるテントなんですよ。でみんな車中泊してますけど、私の場合車上泊ですね。また屋根をつけたりとか、キャンピングトレーラーでくの字にして、ここに一つ家ができちゃうっていう、水道とテーブルと椅子がすぐに出てくるっていう。これを開くと椅子が出てきて、これがパタンと開いてテーブルになるっていうのを自作したり、いつでもどこでもみたいな感じで自転車も積んであるっていうとこでも生活できますね。電源もあるんで、あとはご飯も炊けるし、ハンモックチェアで木にぶら下がって休んだりとかが一番いいですね。DIY もありますけど、市販品のものもありますね。こうテーブルになるんで。実際に使われてる感があるのがすごいですね。実際使ってますね。最近ですかね。多分こういうグリルとかこういうタイプの人があんまり見かけないんで、自分では気に入ってますね。でスズキの S がついてたんですけど、ここについてるっていう。だいたいね、こうローマ字みたいな感じでスズキとかよく見かけますけど、なんかこうワイルドな感じしていいですよね。こう山口から青森県までだいたい2000キロちょっとなんで、だいたい満タン400キロか500キロぐらい走るって考えたら、多分 4,5 回燃料満タンにしたらいけるかなっていう感覚でいきますね。金額にするとその飛行機代からすると、あれ飛行機代にもならんかなみたいな感覚で青森県とかそういう岩手とか行っちゃいますね。結構マニュアル車なんで、基本上りしかアクセルを踏まないっていうやり方するとリッター18ぐらいまではいけます。で普段街乗りすると 10キロから12キロで、山走るとリッター8とかですね。当たり前ですけど。乗り方、マニュアルの乗り方の利点ですね。そこはね、もう完全この体で軽自動車なんで、もうトラックのうんちゃんみたいになってます。こういう感じで
あとはもうクルージングついてるのが一番便利ですね。クルージングついてると、あともう足こんなんしてあとこれだけですから、まっすぐな道路なんかは全然疲れないですね。一番いいのはやっぱこれですね。ちょうどいいんですよここに行って肘を置いてこんな感じでウィーンみたいなフォークリフトみたいになってるからなるほど。一回このタイプリコール対象者になってディーラーに持ってきてくださいっていうのはありましたけど、故障とか発生するものではなくて、何もせず無料で部品交換してくれたんで、結構悪路っていうか悪環境を駆使してきてるのに壊れない頑丈ですね。本当。